J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィアス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて今回はカリフォルニアのフレスノという街からお届けしております。今月は結構移動が重なってしまいましてですね、ニューヨークからベルリンに行って、その後広島に行って、で北京に行って、で今アメリカの西海岸という、来週にはまたベルリンなので、地球を一周とちょっとするわけですが、今が何時なのかもわからないですけれどもね、大変いろいろなことが最近はありました。10月というとね、どこも寒さが増してくる頃なんですけど、その寒さの度合いというのも足によって違うので、服装が難しいですね。例えば北京にいた頃は、北京はとっても日本の冬のように寒いかと思いきや、ここアメリカの西海岸は全然ギリギリ半袖でも生きていけるぐらいの感じの気候がだったりしてね、そんな中元気に過ごしております。先週の広島なんですけど、先週の広島は、もう僕が最も憧れていると言っても過言ではないピアニストのマルタ・アルゲリッチさんとの共演がありました。初めての共演でして、もうマルタ・アルゲリッチさんというともう生きる伝説のような方ですね。今84歳なのかな。でももうその80代ということは、もう目をつぶったら全くわからない、生命力に溢れた音楽を奏で続ける方で、僕にとってはもう天の上の上の上の人ですね。でそんな方と初めて、共演させていただけるということで、これが決まった去年からずっと楽しみにしてたんですけど、もうそれは幸せな時間でした。アルゲリスさんの演奏は今まで生でも何度か聞いたことがあったんですけど、もちろんレコードなんかではね、小さい頃からたくさん聞きましたけれども、連弾をするんで、特に、アルゲリスさんがすぐ真隣で弾いてくれるわけですよね。もうそれがとにかく魔法のようで、どんなにシンプルなメロディーもアルゲリッチさんの手にかかると、もうとんでもなく魅力のあふれた音楽に聞こえてくる。それで彼女と連弾していると、別に引っ張られている感じはしないのに、自然と導かれる感じがするんですよね。それがなんとも今まで体感したことのないような感覚で、連弾でドビュッシーで、そして2台ピアノでショスタコーヴィチという作曲家の曲を演奏したんですけど、とっても僕が言うのも本当におこがましいんですけど、息が合う感覚があって、すごく盛り上がるリズミックなところのパンパンパンと音が合っていく感じ。それでアルゲリスさんにもあなたと合わせやすいわねって言ってくれて、それはすごく嬉しくて、で僕もとっさに、もうずっとレコードを聴いて育ってるんで、たくさん影響されてると思うからかもしれないですって言ったら笑ってました。そんな共演させていただいたコンサートの次の日は、広島交響楽団とのオーケストラのコンサートがありまして、これは前半が私がピアノコンチェルトを弾いて、後半にアルゲリッチさんがピアノコンチェルトを弾いて、で、坂井茜さんというピアニストとのデュオもあったりしてっていうコンサートなんですけど、僕が1年前に広島で、アルゲリッチさんが来日されていた時のコンサートを
聞きに行ったんですね。で、その時に彼女が演奏していたのがプロコフィエフピアノ協奏曲3番という曲なんですけど、これを生で聴いた時に、自分もどうしても弾きたいと思って、で、今回このプロコフィエフピアノ協奏曲3番を、弾くことになりました。と言ってももうこの曲といえばアルゲリッチさんの演奏が一番というぐらいもう大好きな録音があって、でそんなアルゲリッチさんが楽屋裏で舞台裏で聴いている中でこの曲を演奏するというのはそれはドキドキしましたけれども、こんなにドキドキしたのも久しぶりだったかもしれないですね。ですが終わったらブラボーと言ってくれて、それでアルゲリッチさんの先生だったフレードリヒ・グルダというピアニスト兼作曲家の方、もう今は亡くなっちゃいましたけどがいらっしゃるんですけど、彼はクラシックのピアニストでありながらジャズも弾いていたような、当時はかなり珍しいような人で、グルダの話でアルゲリッチさんとも盛り上がったりしたんですけど、その流れでグルダの書いたプレリュードとフーガという曲をアンコールで弾いたんですね。そしたらそれもとってもアルゲリッチさん喜んでくれて、とにかくとても忘れられない一週間でした。それではここで一曲お送りします。そんなアルゲリッチさんの演奏でプロコフィエフピアノ協奏曲第3番第1楽章。
したのはマルタ・アレゲリッチ、クラウディオ・アバド、ベルリン・ヒルハーモニック演奏で、プロコフィエフ作曲、ピアノ協奏曲第3番第1楽章でした。東京建物ミュージック・オブ・ザ・スユーズ、ピアニストの角野隼人がお送りしています。アルゲリッチさんの話はもうちょっとしてもしきれないんですけども、アルゲリッチさんの演奏って本当に不思議で、とてもこうもう本当に天の上の上の上くらい美しいんですけど、それを作っている感じが全くないんですよね。本能で全てやっている感じがする。でその本能が嗅覚感覚がものすごく鋭いから、音があるべき場所とかあるべき姿というのが頭の中に浮かんでいて、それを頭で考えるとかじゃなくて、もうそれが自然とそうなっているというような、なんかそんな感じがすごくして、それはなんか演奏してる時以外でもそんな感じがしましたね。なんか一緒にいた期間中何度もI don't know, what do you think? って繰り返し言ってたのが印象的で、もうなんかあそこまで行くと何か考えて何かをするという領域ですらないんだろうなとか思いながら、人となりとかステージ外のところまで含めてアルゲリッチさんと何日か一緒に過ごせるのは本当に貴重な時間だったなと思いますね。それで、連弾の時に使用したピアノがアキコさんのピアノという特別なアップライトピアノだったんですけど、これがどういうものかというと、川村明子さんという方がいらっしゃって、で広島に原爆が落とされた時に、若くして亡くなってしまったと。でその明子さんが弾いていたのが明子さんのピアノで、当然そのピアノも被爆したんですが、その後調律師さんの修復によってで演奏可能な状態まで、復元されて、で今では平和の祈りを未来に伝えるという目的でたびたび演奏されていると。でこのコンサートはその明子さんのピアノを後世に伝えるためのチャリティーコンサートでもあったわけですね。もう100年前ほどに作られたピアノなので、かなり音はヴィンテージな感じがするんですが、特別な音色を持つピアノで、不思議なことにやっぱりアップライトピアノの前に座ると、明子さん、当時このピアノを弾いていた少女となんか対話をしているような感覚になるんですよね。でこうした戦後80年という節目にこのピアノ、アップライトピアノでコンサートできたということも自分にとっては深い意味がありましたし、今回そのアップライトピアノの音をデジタル化するというプロジェクト、デジタル音源化するというプロジェクトも同時に進行していたようで、そのアップライトピアノの音をサンプリングしてデジタルのピアノの上で再現するっていうのもカシオが進めていたプロジェクトなんですが、それもとても面白かったですね。そのデジタル化するというのは、要は音を永続化するという意味もありますから、なんというか平和への祈りを、未来永劫を残していくんだという思いもなんかこもったようなプロジェクトだななんて思いましたけれども、ということで最近、リリースしましたショパンの子守歌、このアップライトピアノではないですけど、別のアップライトピアノで私が弾いております。聴いてください。
隅野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス、そろそろお時間となってしまいました。最後にお知らせです。来年1月21日にニューアルバムショパンオービットのリリースが決定しました。そして全国ツアー2026ショパンオービット2月1日横浜みなとみらいホールを皮切りにスタートします。ぜひ東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスタスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスタスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。